じゃあこれが S32 のそうです。二人乗りの二人乗り、二人乗りの宇宙船。母船はもう全然やっぱり大きい、全然違うけど、二人乗りの宇宙船です。これは宇宙船のこう下の方ね。下の底ですね。下から上見ると、こういうふうに底っていうの？宇宙船の底の絵です。これが三角形の UFO の底です。だから UFO がこう来て後ろをこう見せてくれた時にこんな感じ。それたくさんいましたっていう。ものすごくたくさんで、最初はガラス張りのそこからこう外を見たらこの UFO がこれは底なんだけど、こんな風にこう見せてくれて、それももう何十機もいっぱいで、それであまりたくさんいるからちょっと、特に私三角形が UFO って知らなかったので、一生懸命なんだろうこれと思って、でも飛んでるしと思って、それで UFO だって分かって、であんまりたくさんだったから後でバシャールに聞いたらその歓迎だったのね。歓迎ウェルカム、ウェルカムでそんなにみんな、はい、こう見せてくれて、そしてロサンゼルスのコラボレーションした時に、またその話をバシャールとしたら、あの時に、UFO がね降りてきた時にわーってこういうふうに降りて上がっていくのをいくつも見せてくれたのは、私たちが地球で眠っていく時は波動を下げるのをこんなふうに下げていって、目を覚ます時にはこう螺旋を描くように上がっていくんだっていうのを見せていたんだって。だからこう眠る時は波動を下げていく時に螺旋を描きながら降りていって、上がる時も螺旋を描きながら上昇していく、私たちは今、降り立ったところから上がっていこうとしてるっていう、そういうふうなことを教えてくれました。私の印象はこれが強くて、宇宙船のこの上の方がどうなってるかっていうのがちょっとあまりよく分からなくて、ただ三角形で降りてきてきびすを返し上がっていく時にこのマークが見えて、これがとっても印象に残っていて、それで私はそのさっき話したように朝起きてそのあまりにも夢ではないって分かったので、確かバシャールがダリルを通して描いた絵があるって聞いてたから、それをこう持ってきてもらって見せてもらったらもうまさにそれだったので、じゃあデロ同じ絵を描いてたの。同じ絵描いてたんです。それを知らなくて見せてもらったら、本当にそうだったから、やっぱり夢じゃないんだって、だからもう夢が何なのか、なんて言えばいいんだろう、夢を通してつながっていけるわけでしょ。だからその教わってきたものの見方が全く壊れていくわけね。人には説明できないけど、でもそれが真実だって分かるし、もっと知りたいと思ったし、あと今だから分かるけど、私たちはここまで上がってきて、今夜こう寝てる間の夢の間は私たち大きな意識に広がっているのね。でそれが今まで夢だと、そこで体験することは夢だと思っていたのが、本当はこの夢の次元が目を覚ましている状態で、逆ですね。朝起きて、眠っていく、そして制限の夢を見る。そうですね。いっぱい寝た方が起きてるだから朝私は起きるときに、こうだんだん目が覚めてくるとき、眠った夢を見るのかなっていうふうに今も逆転して、でもね、目を覚まして夢を見てるから、現実がすごく柔らかくて、何があっても全くぶれないっていうか、自分で対処ができるというよりは、現実ってどうせ自分で変えていけるのを知ってるので、起きたことで右往左往はしない、起きた
ことを、現実が起きたことにフォーカスをすればそれは固まるけど、あ、じゃあ手を離して上がっていこうって思って、その現実を映し出すに使ってるカシャっていう入れた周波数を外して上がっていくと、次の惑星に行けて新しいバージョンの現実を作ることができて、でそれがもうズームしてて多角的に見えてるので、現実自体は何が起きても全くどうせ変えていけるの知ってるし、変わっていけるの知ってるし、現実は力がなくなって、本当に夢の次元の中でこう私たちが夢の次元の方が本当の意識なので、そこに目を覚まして、その夢の次元の意識を使ってこの惑星に存在するって、もうそれはみんなそれぞれがワクワクすることを映し出し始めるでしょ。それは楽しい惑星になる、それが夢ではなくなるんだもんね。だからとってもこれからの惑星が楽しみです。楽しみですね。ね、昔はね、今みたいに軽やかじゃない時は真実なんか言われる人をこう叩いたり、あとそれから本当に火の中にくべたりとか、ね、いろんなことしてるの、でもそれはそのまだ眠っていたい人たちが圧倒的だったからでしょ、でも今は逆転して目を覚まそうっていう深いところで、みんなが同意した人数がすごく地球でなったから、流れが逆に戻る方になって、多くの意識が同意したから、深いところでね、表面じゃなくて、だからこういう情報を入れ出してるし、この惑星はどんどんみんな使い出してるでしょ。で、例えば今言った本当のことを言った時にいっぱいバッシングがあっても、それはね、なんていうのかな、それはまだずっと眠ってきた人たちにとってみれば、ちょっとやめてっていうのは自然のことだし、でも今逆転してるから、表現する人がもうぶれないで、もう真実にどんどん、そうすればこの惑星は真実が主流になる。だから私はなんか今の惑星でね、例えば真実を言った時に何かはって言われても、そう、私はね、なんか随分昔に目を覚まし始めた時はすごいやっぱバッシングが大きかったのね。でその時は怖くて痛くてしょうがなかったけど、何段階もそれを超えてきて今があるのね。で今はね、逆にそういうことがあっても全くぶれなくて、ある時に思ったんだよね。例えば地球のすべての人が私のことを指さして、この人は変な人だって例えば言ったとしても、全く失うものがないところに出た、だから何一つ私失うものがなくて、全てがあるのが分かってるから、だからそういうことが影響が起きないところまで出てしまってるので、みんな出れるみんな選べばいい、もうそこまで出ていけばいい、途中でそういうことは起きるのよ、自分が出ていこうとすると、でもその時にもうこっちの方が現実なので、リアル真実なので、もうどんどん行けばいい、もう道ができてるしね、まあでもあんまりみんなと違すぎると、今度こう環境とか話しなくなる。ああ、それが違うの、逆なの。逆。ね、私たちっていうか違ってもいいんですけど、ただこの人間の肉体になって、みんなと肉体になってからちゃんと理由があるんですね。もう私は違すぎると違うっていうところに行くのは眠っているから、そう元の一つに戻っていくから目を覚ますと。だから例えば反対意見を言う人がいても、その人の本当のところにつながれるので、分離がなくなる。だからつながればつながるほど反対意見言われようと分離感を感じないの、だから分離していくわけではなくて、逆につながればつながるほどその人、ほら違いを見なくなるでしょ、その表面のこの目でごまかされないじゃない、こう外国人とか日本人とか子供とか大人とか
そういったものにとらわれないでつながれば、そのつながってる方を自分と同じ高い意識だってところを感じられるから、だから分離感がない。だから違いを見るんじゃなくて、つながればつながるほど自分と同じ力があるっていう方を見るから、全然摩擦や分離感はなくて進んでいける。だから地球から見ればね、あんまり目が覚めてくると目の覚めていない人とはちょっと離れすぎるんじゃないかと思うかもしれないけれど、最初だけなんかこう否定したり、私の方が目を覚ます方がいいのよ、目を覚まさない人を劣ってるみたいに見てる時にはそういうことを感じるけど、もうそれ以上もっともっと自分につながってくると、自分と同じ力があって、今はそれを選んでるけど選び替えるのはいつでもできるっていうふうに見れるから、分離感がなく進んでいける。目を覚ましてくると、宇宙っていうものをすごく意識するようになって、宇宙人と会ったとか、宇宙人とコネクトしたっていうのがすごいことのように最初はね、だけどもっと目が覚めてくると、私がビジョンで見えたんだけど、もっと目が覚めてくると逆にその高い意識で地球にグランディングを始めるわけよ。つまり最初はこうやって上がっていくでしょ、そうするとちょっと離れていくようにちょっと勘違いするけど、でももっともっと自分が本当の自分につながってくると、軽やかな意識で地球にグランディングを始めるわけ、でそれは何が起きてるかっていうと、もう軽やかな意識になって地球にいたら、眠った人が横に来てものすごく重い周波数で言われても全くブレなくなっちゃうから楽しくいられるわけ、だから違いを見るどころか、もう楽しいままでいられる。もうそこまでなってくると、本当に軽やかな意識で地球にいられる。でバシャルたちが言うのは、離れていくんじゃなくてね、本当に目が覚めていったら、本当のあなたでしっかり地球にで生きてください。そうですね、それが今まで取材したそうでしょ宇宙人そうみんなそういう同じこと言ってるね。分離していくんじゃないの、一つに戻っていって。そうですね、我々のところまで来て分離してる、分かれてるじゃなくて、本当地球で、地球でもう軽やかな透明感あふれる無邪気な意識でワクワクしながら存在して、イルカもそうじゃないですか。例えば国が違ったり言葉が違ったり、それから眠ってる人が横に来て、あなたは違うじゃなく逆なんですよ。もうワクワクしてその人と一緒に遊べるんです。そうですね。で多分その昔のメディテーションとか、そういうみんなこの世界観から脱出するっていう目的でメディテーションしたり、薬やったり、いろんなもうここの世界はダメだから、否定しながらね、そうするともう分離です、ただの。だから本当の自分にはつながっていく。逆ですね。自分の中が一つになっていくのは、自分のこの肉体で、この地球で、このみんなとこう一緒にして、そこでやる。誰といてもどんなものを選んでいる人が前に来ても本当の自分で存在できるからリラックスして楽しいんです。ほらさっき言ったでしょ、疲れるのは自分以外の自分を演じている時だけだ、もうそういう生き方をしなければ、もう楽しくてしょうがなくなるわけですよね、本当の自分で存在するから。だから誰といてもこの人といると楽しくないってことはなくなるわけですよ、楽しいから。だから誰といてもどんなシチュエーションが起きてもワクワクしていられるのが本当の自分で存在している時だから、この惑星が変わっていく、いいことですね。ね、楽しみ。